ドキドキするんだよね。どうこの格好は。アメリカの歯医者に行ってみたいと思います。皆さんおはようございます。スティーブ的視点のスティーブです。今日は歯医者ですね。アメリカの歯医者と日本の歯医者は違うと思うので、とりあえずスバル乗ってアメリカの歯医者に行ってみたいと思います。もう結構前からお世話になってる歯医者さんなんで、行くのがちょっと嫌なんで、年に1回行くか行かないかっていうことなんであまりよろしくないんだけど、とりあえず今日は行くことになってるので、一緒に行きませんか。行ってみましょう。歯医者に行くのが嫌な人もいっぱいいると思うんですね。俺もそんなにね行くのがね好きなタイプではないんだけど、アメリカはね若い時からやっぱり歯医者にいて、もう歯はね矯正することがねやっぱりもう昔からでも当たり前という感じなことだったんですよね。そうしますとやっぱりもう若い時から定期的に歯医者に行くことが決まってたことですよね。でレントゲンを取ったりクリーニングしてもらったりね、虫歯があるかないかというチェックもしたり。ところで虫歯は一本もないよ。スティーブの歯は綺麗。ガム噛みながらね歯医者に行くのがちょっとあれなんだけど、あんまりいいと言えないかもしれないけど、とにかく言いたいことは、歯が昔から矯正クリーニングちゃんとケアをすることは当たり前なことだったんですね。で日本にいつだったっけな、90年代の頭にね日本に行ったらこうねしばらく日本に住んでた時があったんで、歯医者が必要だったんですよね。やっぱり自分の歯はちゃんとね維持したいと、綺麗にしたいということで、ちゃんと日本の歯医者に初めて行った時に口を開きなさいと、歯を見せてくれて、でこうしたら「おー綺麗な歯だな」って言われて、みんなねそこでね歯医者さんのところのスタッフみんな呼ばれて、私の口の中はみんな見てたんだよね。ずっとあーってって言いながら、すごい綺麗な歯ですねって、これ虫歯は一本もないよ、矯正はちゃんとしたしね、若い時に。でとにかくもう大人になってからちゃんとフロッシングしたり、歯磨きはね朝と夜とお昼とかもねしてきて、まだ虫歯はないことでありがたいことなんだけど、やっぱり年に少なくて1回でもね行ってクリーニングとレントゲンなどをね取らないと。今日はもう10年以上前からお世話になってるドクターエリザベスのところに行って、もう2年ぶりかなでやってもらいましょう。こういうところです。診療室っていうんですかね。これね、最近ドクターエリザベスのところは綺麗になりましたよね。こういう個室で一人一人はこういう部屋があります。これから倒してこう歯のチェックが入るんじゃないのかな。昔はねどこ見ればいいのかって分かんないのよ。目つぶるしかなかったんだけど、最近テレビも見れるっていうのはすごいよな。結局ね、1年半ぶりだったんだよね。やったのはもう1年半ぶりだったから、こういう汚れがあったということで、嫌だよね。音がね、一番気になるんだよね。ヒッっていう音が、
This is Dr. Elizabeth, and she's been taking care of me for so long. I love her office and her new office and everything. So everybody's always so nice here. And she takes care of my son, me, and my wife too. And in fact, I was going to tell you just now that Alex is going to be a dentist. He wants to be, and you had a huge influence on him. So how do my teeth look? Beautiful. Are they good? Healthy, Did I do good for 49 years? Clean teeth. What is our next step? Are we going to do some X-rays? We're gonna take some X-rays. Okay, cool. And we're at Dr. Elizabeth's office in Van Nuys. It's a great place, has her own private parking lot. She's the nicest person, always so sweet to me and my family. So come check her out if you're in this area. どうこの格好は似合わないよな。次はレントゲンです。嫌だよね。昔は嫌だったんだよ。これ一番嫌なところで、口の中に入れられるのはね、吐きたくなる気分があったんだよね。まあ今時なのでそういうことはないでしょう。If you guys weren't nice on top of this being done, then it would really suck. But at least you guys are so nice to see every year. I always enjoy when I see you guys. So. レントゲンが終わりました。昔はね、レントゲンっていうのはすんごい嫌だって、もう口に入れられちゃったらね、吐きたくなることがあったんだけど、今はね、やっぱり今時のやり方が小さくて噛みやすくて早いからさ、すぐ終わる。あとね、優しいんだよね。昔のね、歯医者っていうのはなんかおじいちゃんしかいなくて、今ね、若い姉さんたちとかドクター・エリザベスみたいなね、親切な優しい方が多いからこそ、まあ本当は年に1回来ないといけないんだけど、俺の場合は1年半か2年ぐらいはね、なるべく自己管理で。どうですか？綺麗ですか？49歳で虫歯は1個もないよ。でもね、ちょっと虫歯気になったところがあって、今レントゲンで取ってもらったね。ないと思います。ないと信じてます。うちのあーちゃんはね、若い時にこう歯医者に連れてきたらやっぱり嫌だったんだよね。でもやっぱりね、歯をちゃんと磨かないとダメだよっていうことを印象的にね、印象に絶対残すのかなと思ったのは、ドクター・リズベスにその時頼んで、これをね、あーちゃんに見せてやったんだよ。ほら、あーちゃんちゃんと歯磨きしないと口の中はこうなるぞ。ね。いいよね。こうならないように、49歳パパみたいになってもこういうのがないように、こうなったらどうなるんだろう。最悪だよね。ちゃんと歯磨きましょう。終わりました。すっきりしましたね。歯がきれいになるとなんか気持ちいいんだよね、本当に。それとドクター・エリザベスはすごい親切でね、本当にペンももらいましたよ。こういうのもあるんだよね、アメリカの歯医者に。アレックスはね、知らない人が多いかもしれないんだけど、視聴者の中でうちのあっちゃん、キッドは歯医者になりたい。今大学の1年生、まあ2年生になるとこなんだけど、歯医者になりたい。なぜ歯医者になりたいかっていうと、多分一つの理由がこのドクター・エリザベスの影響。あと東京の M さんのね、の方のおかげでもあるんですよね。若い時から影響をされて、自分も歯医者になりたいっていうのはあるんで、パパとして嬉しいんだよね。ということで、とにかくもう終わってスバルで帰って、今日の夜またまあワインかなんか飲みにまたすぐ養子に行くってことになると思うんだよね。ところで新作ありますよ。これスティーブ適店の T シャツ、ステッカーなどが、ほらこういうのもありますので、 Amazon Japan のストアをチェックしてね、新作はどんどんガンガンも作ってアップしているので、チェックしてね、 Amazon Japan のスティーブ適店で検索して、それからこの QR コードのスキャンしていただければそのまま飛んでいけるので、よろしくお願いします。ではまた、アメリカの歯医者、こういう文化、こういうところ、アメリカでこういうのはどうなのかっていうのはね、見てみたいなっていうところがあれば、一言残してね、コメントの方になるべく取るようにします。ではまた、前向きに日々前進という意味でよろしく。